ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線の状況について解説していこうと思います。まず第一に、ロシア軍による本格的な攻勢が始まっているわけですが、今のところは大きくロシア軍に前線を打ち破られているところはなさそうです。しかし、情報が極端に出ていない戦域もあるため、もしかしたら情報を出せないような苦境に陥っているところも発生しているかもしれません。今回はどの地域における情報が極端に少なくなっているかについても言及していきましょう。それではまず現在のところ分かっている戦況から見ていきます。こちらの地図は戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。ロシア軍による主な攻撃地点は、まず一番北側ではクピャンスクを再奪取しようと動いているロシア軍がいるようです。ただし、この地域における状況は動画として公開されているものが極端に少ないことから、戦争研究所でも地図の中に激しい戦いが起こっていることを示す緑印を今回つけていませんでした。次に、ロシア軍が本命の攻撃を行っているのではないかと見られるクレミンナ周辺。この地域における戦闘もあまり動画は公開されておらず、それでいてロシア軍はかなりの戦力をつぎ込んでいると言われています。そこから南に下ってバフムトに対するロシア軍の攻撃は、今回の大規模攻勢とはまた別の話として、半年前からずっと続けられていたこともあり、町それ自体の攻略はほとんど進んでいない状況です。ただし、バフムトの周りについては徐々に陣地が削られており、兵隊に危険信号が灯っています。ですから、町それ自体が要塞化されていて、堅固な守りであったとしても、その町に対する食料や弾薬の補給が途切れる危険性が生まれています。そして前回の動画でご紹介したブフレダルに対する攻撃。こちらは前回紹介した動画でもあるようにかなりの数の戦車や装甲車をロシア軍は失っており、一回紹介したら次紹介することはおそらくないだろうなと思っていました。しかし今回もまたブフレダルに対するロシア軍の攻撃が行われているようなので、これを取り上げようと思います。こちらは前回ご紹介したロシア軍が集結し、ブフレダルに向かっているところです。しかし、ドローンの偵察監視に引っかかったことから、ウクライナ軍の猛烈な砲撃に遭い、この部隊は壊滅状態に陥ります。部隊が撤退した後、ウクライナ軍が残された戦車などを確認しています。しかし、この攻撃だけで、ロシア軍の攻撃は終わりませんでした。同じくブフレダルに対する攻撃は引き続き行われ、しかしそれもまた撃退されました。こちらの映像では戦車が映っていますが、ご覧のように火を上げています。しかもこれだけではなく、他からもまたブフレダルに対するロシア軍の侵攻がありました。こちらもウクライナ軍の攻撃にあって立ち往生しているところにさらに追撃がされるといった具合にしてかなりの被害を受けています。町に対する攻撃は失敗したと言えるでしょう。しかし、町に乗り込むことが失敗したと言っても、それだけでロシア軍の攻撃が終わるわけではありません。町にたどり着くことができないというのであれば、ロシア軍は町に対する無差別攻撃を繰り返すこととなります。ブフレダル自体は小さな町のため、建物が全て破壊されるのも時間の問題でしょう。このような町への攻撃は他でもたくさん行われてきました。画面中央に持ってきたのはマリンカの状況です。マリンカに対する攻撃も非常に激しく、町にあった建物は全て瓦礫の山になったようです。ロシア軍は攻撃がうまくいかなければ、ではそこに立てこもるウクライナ軍がもうそこにいられないようにするため、町の全てを破壊しようとしてきます。さて、ロシア軍の戦い方が人海戦術を元にしたとにかく歩兵の突撃といったものではなく、まずは戦車装甲車を前面に出した上での本格的な攻撃へと切り替わったのは、総司令官が変わったことも影響しているのではないかと言われています。今年に入ってからゲラシモフ総参謀長が侵攻の総司令官に任命されました。プーチン大統領にとっては最後の頼みの綱かもしれません。ただし、ゲラシモフ総参謀長は、ワグネルとの間で政治的な闘争が行われていると言われているため、ロシア軍内部での内輪もめといったものが作戦行動自体にも悪影響を与えるかもしれません。なお、ブフレダルに対する攻撃が失敗していることから、ワグネルの統領、プリゴジン氏は、ロシア軍には問題があると批判しています。一方でロシアの正規軍側の言い分としては、ワグネルは大したことはしていないと、こちらはこちらでワグネルを批判しています。ゲラシモフ総参謀長に変わることによって、
戦車や装甲車を前面に出しての攻勢が始まったと見られるわけですが、じゃあうまくいっているかといえばそういったわけでもありません。今のところウクライナ軍による激しい砲撃にあって大きな被害を受けている場面というのが非常に多く見られています。そのこともあってか、ウクライナ軍が発表している日々の戦果報告においては、ここ最近、倒したロシア兵の数が1000人を超えるそういった日も出てきています。ウクライナ軍は日々戦果を発表しているので、そうした数値を蓄積していった場合において傾向を見ることができます。こちらはイギリスの国防省が発表したグラフです。ロシア軍が本格的な侵攻の始めた、まさにその時において、最も大きな被害が発生したと言われています。1日あたりロシア軍の死者は1000人を超えていたのではないかとするデータです。それ以後の戦いにおいては、1日あたりの死者数としては100人、200人といったものから、だんだんと今年に向かって死者数の平均値が上がっていきます。そして今年2月現時点においては、1日あたりロシア軍の死者は800人を超えているだろう。それは去年の侵攻開始以来に最も激しい戦いが起こっていることを意味します。そうした状況もあってか、こちらの動画においては、塹壕で待ち受けて銃撃するウクライナ軍兵士の足元には、薬莢がまるで層のように積み重なっている光景が撮影されています。ただ、私のチャンネルにおいては一言言っておかなければなりません。亡くなっている兵士はロシア軍の兵士だけではありません。ロシア軍が攻撃してくることによって当然のようにウクライナ軍側の兵士も亡くなります。そうしたこともあって大規模攻勢による被害も必ず出ているでしょう。ここ最近においてウクライナ軍兵士が集結し増援に向かうそうした場面なども動画で投稿されています。それだけ激しい攻撃が様々なところで行われており、この攻撃に対応するためにより多くの兵士もウクライナ軍は必要としていることでしょう。決してウクライナ軍が楽な戦いをしているわけではないのです。さて、激しい戦いの中でも朗報を見つけていきましょう。スロバキア、ウクライナへの戦闘機供与を検討。旧ソ連製のミグ29。スロバキア政府が戦闘機をウクライナに供与するための調整を始めることが分かりました。ウクライナのゼレンスキー大統領は今月9日に EU、ヨーロッパ連合の首脳会議に出席し、各国に戦闘機の供与を求めました。これに対し、スロバキア政府が戦闘機ミグ29の供与を前向きに検討していることがスロバキア政府関係者への取材で分かりました。ミグ29は旧ソ連製で、スロバキアには使用していない機体が10機あるとのことです。スロバキアのヘゲル首相は、スロバキアだけでなく、ヨーロッパの安全保障のためにも、助けることは重要です。戦闘機の供与をめぐっては、ロシアへの刺激や自国の防衛が手薄になることを理由に、慎重な姿勢を示す国がある中、スロバキア政府は今後数日以内に、関係当局や EU と供与に向けての調整を進めていくということです。現在、欧米製の戦闘機については、どこの国が何機、どんな種類を引き渡すかといった話は具体化していません。しかし、イギリスが欧米製の戦闘機の訓練については引き受けることをすでに発表していますから、将来的な話として言えば、訓練が終わったその直後に戦闘機を供与すると発表すれば、すぐにでも合流してウクライナへ引き渡すことができます。しかし、そうした欧米製の戦闘機を供与するという発表その前に、まずはヨーロッパにある旧ソ連系の戦闘機、ミグであったり、スホーイだったりを引き渡して、戦闘機を供与すること、それ自体のハードルを下げるべきだというのが、まず第一です。ですから、スロバキアがミグ29を引き渡すというのであれば、これは戦闘機供与への道をより開く前例として非常に良い動きだと言えます。また、同じくイギリスの話ではあるのですが、イギリスはウクライナに対して長射程のミサイルをいずれは供与することで基本合意していると伝えられています。その際、何を渡すかといったところが現在のところは検討課題として上がっているそうです。まず第一に、アメリカと横並びの射程距離に抑えるのか、それともアメリカを超える射程距離を持つ兵器を引き渡すか、そこに政治的な判断がかかっているそうなのです。まず第一に、アメリカは射程距離150キロ程度の弾を渡すことはすでに発表しています。それに合わせる形で射程距離150キロ程度同じぐらいのハープーンをウクライナに供与するのではないかというのがまず第一案。そしてもう一つの案というのが、アメリカが射程距離300キロのエイタクムスを引き渡さないというのであれば、イギリスがそれと同程度の射程距離に機能制限したストームシャドウというものを引き渡すのではないかというのがもう一つの案です。
正直どっちの方でもいいからさっさと渡してほしいなと思うわけですが、イギリスはこれまで欧米製の戦車の供与としては最初に名乗りを上げた国です。そうした意味ではアメリカの提供していない射程距離300キロ程度の長射程のミサイルを供与する可能性があるということで、早く結論を出して発表してほしいものです。特に現在では東部戦線において激しい戦いが起こっていることが、戦死者数の増加といった面でも現れて裏打ちされていると言えます。また、今回ご紹介した映像のように、ウクライナ軍の増援部隊が集合している場面なども明らかに前線において激しい戦いが起こっているからこそ必要とされる兵士たちの姿です。公開される動画においては、ウクライナ軍はよくロシア軍に対する攻撃を成功させています。その要因として、ドローンで観察して砲撃するというこの精度が非常に高いことが挙げられます。しかしそこには、プラスアルファとして欧米から供与された砲弾を使って散布される対戦車地雷の効果が非常に高いんだそうです。特に今回のような大規模な攻勢を人間から戦車などに切り替えたことによって対戦車地雷を砲撃によってばらまくというのが非常に有効に作用しているというわけです。このあたりはゲラシモフ総参謀長の目指す機構戦力による前線突破は守りを固めているウクライナ軍に対しては相性が悪いと言えるでしょう。ただし、ロシア軍の狙いであるリマンやイジュームを再奪取してドンバス地方を北からより強い圧力をかけて制圧しようという狙いからすると、ウクライナ軍としても苦戦している場面は動画としては公開しないでしょうから、それだけに情報が公開されていないことは非常に気がかりです。クレミンナにおいても動画が公開されていないだけで、同じくドローンによる観察、そして待ち受けて砲撃や対戦車ミサイルを浴びせる姿といったものをぜひとも見たいものですし、そうなってほしいものです。というわけで今回の戦況解説についてはここまで。今のところ情報公開されている部分においては、ウクライナ軍はよく守り、そして機構戦力でもって前線を突破しようとするロシア軍をかなりうまくあしらい、そして大きな打撃を与えているようです。しかし、先ほども述べたように、情報公開されていない戦域においてどのような戦いになっているかはわかりませんし、また、延々と攻撃し続けるバフムト、その周辺においては陣地が削られ、兵隊が途切れる危険性が出てきています。このあたりの戦いもまだまだ注目だと言えるでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。